皆さん、こんにちは。心理カウンセラー佐藤志人です。この動画はあなたの悩み相談第3回になります。先日、ご視聴者様からお問い合わせいただきました。ありがとうございます。どういう内容かっていうと、努力って報われるんですかっていうお問い合わせでした。さあ、皆さんいかがですか？お考えになってください。これね、結論先に申し上げますと、私、努力って2つ。チャンスを逃すための努力と、チャンスをつかむための努力。この2つに大きく分けることができると考えています。よくね、努力は嘘をつかないって言いますけどもね、まさにその通りで、逃がすための努力をする方はチャンスを逃がすし、掴むための努力をする方はチャンスを掴みますよね。さあ、ではね、どちらを選んだらいいかって話になってきます。そして、イメージで申し上げますとね、チャンスを逃がす方っていうのはどうも閉鎖的になってしまうんだろうなっていう感じ。そして掴む方っていうのはオープンになっていくんだろうなって思うんです。今の説明だけだとね、なかなかピンとこないので、もう少し掘り下げて考えていきます。どうぞ最後までご視聴のほどお願いいたします。さあね、ここで皆さんに質問です。皆さん、パチンコってなさったことありますか？ここにね、チューリップがありますけどもね、このチューリップに玉が入ると、パカーって開いて、ジャラ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 ーってね、いっぱい玉が出てきますね。さあ、では、どうすればこの玉がいっぱい入るんでしょう？どういう状態になると玉がいっぱい入るんですか？お考えになってください。これもいろんな答え、アイデアがあって OK ですよね。私がそれダメですよとは言えません。さあ、私が出したアイデアはこちら。最初からチューリップをオープンにしておくです。この状態だといっぱい玉が入ってきますよね。ところが今日冒頭でお伝えしました。チャンスを逃がす努力をする方っていうのは、そもそもこのね、受け皿が明確になっていない。あとはたとえ明確になっていたとしても、オープンではなくて閉じるための努力をしがち。この2つがお伝えできるなと思うんです。さあ、じゃあこれボードでお伝えしますね。うまくいかない方っていうのは、そもそも受け皿が明確になってないよ。これが一つ目。二つ目、間口を広げるんではなくて、狭めようとするんだよ。この二つです。さあ、これね、順番にお伝えしていきますね。まず、受け皿が明確になっていないと何が起きるのか。目的と手段の混同が起きます。そして、努力のための努力になりがちなんですね。さあ、もう少しね、では具体的に考えていこうと思います。秋の行楽シーズン、皆さんがね、家族で旅行に行く、そういう場面をイメージしてください。まず旅行に行くときって、スケジュール立てると思うんですよ。何泊で行こう、いつ行こう、あとは新幹線で行こうか、マイカーで行こうか、飛行機で行こうか。それこそね、山に行こうか、海に行こうか、温泉がいいかな、ホテルがいいかな。これいろんな方法ありますよね。でもこれは具体的なもの、これ手段だと思うんですよ。ではその旅行に行く目的って何でしょう？ね、家族の楽しい時間とか団らんとか癒しの時間、これが目的になりますよね。ここ抽象概念ってありますが、どういう旅行にしたいのかっていうことです。そしてここが明確になってくると、実はこの具体的な、ね、手段っていうのは、いかようにもなってくると思うんです。ところがね、ここでつまずいてしまう人ってどうもいらっしゃるみたいなんですね。ね、海がいいか山がいいか、どうしようどうしよう選べないよとか、飛行機で行こうか、新幹線で行こうか、どうしようどうしよう選べないよってなってしまいます。先ほどね、この受け皿が明確かってお伝えしましたが、ここ、目的と手段がちゃんと合致するからこそ幸せって実感できるんだし、これが受け皿が明確になってるっていうことです。ところがね、どっちか片方か、失礼しました。片方が明確になっていないと、どうしてもこれグダグダになるんですね。で、その結果、目的と手段が混同してしまったり、結果的にですよ、もうダメだ。もうスケジュール立てるだけでもうダメ。やめた。今年旅行行くのやめようってなってしまうと、努力のための努力になってしまうと思うんです。ただね、今度ね、明確にじゃあスケジュール立てたとします。ところがね、せっかく計画を立てた、受け皿が決まったにもかかわらず、閉じるための努力をする方っていらっしゃるんです。どういうことか。
さあ、日程通り完璧でなきゃダメだっていう方いらっしゃいませんか？でも旅行ってどうですかね？スケジュール通り行きますかね？天気も違ってくるし、ね、行った先でいろんなトラブルって起きますよね。想定外のことって起きるはずなんですよ。ところが、もうこの通り行くのが当たり前だってなってしまって、完璧を探す努力をする方、その方って閉じる努力だと思うんです。さっきのパチンコで言うとね、もうこの球以外は受け付けませんよって感じ。これどんどん狭くなっていきますね。ところがこれね、間口を広げるための努力っていうのは、違いがあってもいいんだよ。でもそうであったとしても、目標に近づけていこうねっていう努力をする方なんですね。でパチンコで言うとですよ、違う球が入ってきたとしましょう。でもそれをどうすれば自分の目標に、ね、なっていくのか。そのボールに対してどうやってアプローチしていくのかっていう考え方。これが一番ですよね。それから二つ目。違いを探す努力をすると、これ狭くなっていきます。例えば手配した旅館やホテル、イメージと全然違っていた。食事が全然違っていた。当然そういうケースってありますよね。その時にね、これ違うじゃないか、おかしい、間違いだっていう方いらっしゃるんですよ。でもこれ本当は違いは違いであって間違ってはいないはずなんですね。これ間違いだって言っちゃうと閉じてしまうんです。入ってくる球に対してこれおかしいおかしいってこれ弾いちゃうんですよ。さあ、じゃあうまくいく人ってどうするのか。違いを楽しむんです。ね、旅行に行っていろんな違いってありますけども、そこをこれもさ、楽しみの一つだよね、醍醐味だよねって言える人いませんか？この方って間口が広がるんです。と同時に、同じところを見つける努力。例えばね、さっき目的は何か、家族団らんとか楽しいってお伝えしましたね。なんだかんだ言いながら、これさ、楽しいよね。同じところを見つけられる方って間口が広がっていくんですね。ではこのね、1番、2番をやってしまうと、どうしても最後、ああ、旅行なんか行かなきゃよかった、つまんなかったねってなると、これそもそも否定のための努力してんじゃないのって思うんですよ。否定のための努力をすれば、どんどんこうやって内向きになりますよね。そうではなくてね、これ肯定のための努力とか感謝のための努力って、こういう方って間口が広がっていくんですよ。ああ、やっぱり面白かったよね。また来年も行こうかって話になるし、なんだかんだ無事に帰ってこれたんだもん。感謝しようよって話になってくるんです。さあ、いかがでしょう。ね、これとこれやりましたけどもね、そうは言ってもさって話になってくると思うんですね。では今度はね、日常生活の場面で一つ考えてみようと思います。さあ、今日私がちょっと赤いシャツに、派手めなシャツ、ごめんなさい、ジャケットを着てます。さあ、皆さんがね、うわ、佐藤さん似合ってますよって褒めてくださいました。さあ、皆さんも考えてください。どう返事しますか？じゃあ A さん、B さん、2つのパターンで考えていきますね。さあ、A さんは褒めてもらいました。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。こんなシャツ似合ってませんよ。僕ダメですよね。ダメですよ。ごめんなさいね。って謝っちゃいました。さあ、B さんは、ありがとうございます。嬉しいです。と感謝しました。さあ、A さん、B さん、どちらがチャンスを逃がすタイプですか？どちらがチャンスをつかむんでしょう？これ明らかにね、ごめんなさいってしてしまった A さんってチャンス逃がすんだと思うんです。これ多分ね、ごめんなさいってする方も相手にいろんな気を使ってるんだと思うんですね。でも、その気の使い方が実はチャンスを逃がすんですよってことです。今の場面、じゃあもう一度思い出してください。じゃあ褒める側。褒める側、皆さんがね、褒めたとしますね。誰かのことを。ごめんなさい、ごめんなさいってなったら、次回褒めますかね？もうやめようってなりませんかね？と同時に、なんかお付き合いするのちょっとめんどくさいねって思ったら、チャンス逃がしませんか？それよりもですよ、嬉しいです、ありがとうございますって、素直に感謝を伝えられる方って、よかった、嬉しい、じゃあもうちょっといろんなお付き合いしてみようかってなりますよね。チャンスつかむんじゃないでしょうか。さあ、今日はね、ボードでこれとこれやりました。ごめんなさい、ごめんなさい、こんなにやってませんよっていう方は、ついこんな風に内側向いちゃうんでしょうね。閉じてしまうんです。これチャンス逃がすんだと思うんです。でも、
ありがとうって一言言うだけでどうでしょう。大きく広がりませんかね。たった一言の違いなんですよ。ごめんなさいって言うと内向きになります。ありがとうって言えば自然と広がります。ただこれだけの違いかなって私は思うんです。さあ今日はね、努力っていうものについて考えてきました。チャンスを失う努力の仕方と、チャンスをつかむ努力と2つ挙げてきました。さあ皆さん、どちらを掴んでみたいですか？どちらの努力をしてみたいですか？最後までご視聴くださり、本当にありがとうございました。またね、お問い合わせもお待ちしております。では、失礼します。ありがとうございました。